カレーにハマって早9年、インドカリー粉史上最大のビリヤニブームが到来しています。ビリヤニはスパイス炊き込みご飯のことで、カレー好きになるといつしかたどり着く先の食べ物でもあります。今回は本場のビリヤニを食べたいあまりに、勢い余ってインドに来てしまいました。はい、ということで、ハイデラバードに行ってきます。ビリヤニの聖地と伺っているので、めっちゃ楽しみです。ゴーゴー！ビリヤニの聖地ハイデラバードへは日本からの直行便は出ていません。1回以上のトランジットを経ていくことになります。今回はマレーシアのクアラルンプールを経由して約15時間ほどかけて移動します。さすがにクアラルンプールからハイデラバードに行く日本人はいなさそうです。ということで到着しました。ハイデラバードだー。到着したのは深夜0時頃。ここでようやく今回の旅の友と合流です。リターンズマヨです。今回もよろしくお願いします。カリコさん。いやもう本当に心強いです。いや。インドで大人気の YouTuber マヨちゃんはチャンネル登録者数350万人超え、ヒンディー語英語ペラペラの才女で、前回のナガランド旅に引き続き今回も一緒に旅します。さらには今回在インド日本国大使館、テランガナ州政府、テランガナ州観光開発公社にもご協力いただき、最強すぎるインド旅が幕開けしました。さて早速ですが、まずは目的のビリヤニ屋さんへ。ここはパラダイスビリヤニというチェーン店で、現地の家族連れやインド出張で来た外国人にも人気と噂のお店です。ここで食べることにします。メニューが置いてあります。ということでハイデラバディビリヤニを食べにやってきました。早速ですね、いろいろねメニューがあるんですけど、チキンビリヤニ、マトンビリヤニ、ベジビリヤニを食べようと思います。私基本的にビリヤニは肉しか食べないんですけど、ビリヤニの聖地で3種類食べてみようかなと思います。あとはやっぱりね、ハリームが今時期なので、ハリームとあとロッティと注文しました。ハリームというのは肉と穀物とスパイスを混然一体となるまで10時間ほどかけて煮込んだカレーで、ラマダン時期によく食べられます。そのまま食べても美味しいですが、薄焼きブレッドのロッティに包みながらいただきます。ビリヤニは14種類もあり、チキンビリヤニだけで8種類あります。マトン、チキン、ベジの3種類頼みましたが、付け合わせは味をマイルドにさせるヨーグルトソースライタと、逆にスパイスや塩気を強めるカレー的なミルチーカーサーラン。いただきます。いただきます。お腹すいた。食べよう。早速。これは何ビリヤニだろう。マトンかな、チキンかな。盛ります。あ、でもちょっと待って、これすごい肉がスーパーでかい。いっちゃえ。いっちゃっていいのか。ちょっと半分切るわ。美味しそう。これチキンでした。まずはチキン。これは何だろう。これがベジビリヤニだ。グリーンピースが入ってます。マトンです。はい。そしてマトンビリヤニです。インドのビリヤニは具を下に隠して盛るのが一般的で、なんとなく宝探し感があります。どれも特大の器で1つ 1.5 合近くありそうです。ハリーム用に注文したロッティは薄くて柔らかくて風呂敷みたいな大きさ。まずはロッティが温かいうちにハリームからいただきます。ハリームは超ネバトロです。バングラディッシュで食べたハリームよりももっともっと重いですね。チキンビリヤニ。うまっ。ハリーム本当に好きですね。ハリームは大当たり。肉は繊維状になるまで煮込まれており、米と豆と麦、そしてたっぷりの精製バターも入っているので、もったりネバトロといった食感です。ファルーダっていう甘い飲み物なんですけど、バニラアイスを牛乳で割り、さらに甘いローズシロップを加え、春雨みたいな麺やバジルシードを加えた食べられる飲み物です。非常にパンチがあり、スタバのフラペチーノ級のカロリーが予想されます。そして期待のビリヤニでしたが、最初に言ってしまうとパラダイスのビリヤニは私には刺さりませんでした。日本でもラーメンに家系とあっさり淡麗系があるように、ビリヤニも店によってオイリーだったりスパイシーだったりします。ここのビリヤニは比較的スパイスが優しめで、香りもシンプル。米も若干コシがあるタイプでパラパラですが、エアリーなふわふわ感は少ないです。逆に言えば強いスパイスやサフランやローズなどの独特な香りはしないので、外国人やビリヤニ初心者でもだいぶ食べやすいビリヤニだと思います。完食です。おかわりします。なんだかんだ言ってますが、ベースラインとても美味しいのは変わりないので、普通に食べ過ぎました。まだビリヤニ旅は始まったばかり。この時私はまだ知りませんでしたが、その後とんでもなく美味しいビリヤニに遭遇することになります。お腹いっぱい。お、
ラモジフィルムシティに来ました。ハイデラバードに来たら行っておきたい場所といえばラモジフィルムシティ。ここは世界で最も大きい映画スタジオとしてギネス世界記録にも登録されており、数々の著名なインド映画を生み出してきた地になります。そのまま使っていたようなお城、国会、刑務所などのセットがあり、まるでディズニーランドのようでしたが、ディズニーランドの13倍以上の広さがあるので、1日では到底見切れません。とりあえず日本でも有名なインド映画、バーフバリのセットがあるという場所にやってきました。めちゃめちゃでかいセットがあります。すごいセットだ。もう映画のサイズ感がまんま。ここで2年間撮影して映画が作られたそうで、人気インド映画の壮大さに圧倒されました。助けて。あれ、何してるんですか？助けてください。あれ、何してるんですか？助けてください。頑張ってください。はい。ついついテーマパークのようにはしゃぎすぎてしまいますが、冬なのに夏日の気温で油断すると熱中症になりかけます。ラモジフィルムシティを後にしてビリヤニ屋さんに向かいます。全然どいてくれません。全員ビリヤニにしちゃうぞ。すごい食べています。食べてる。いや、美味しい。昼のビリヤニのことを現地の人に話したら、もっとスパイシーでおすすめのビリヤニ屋さんがあると教えてくれました。ピスタハウスというこのお店は伝統的なハイデラバード料理を提供しているお店で、料理のクオリティの高さから現地でも人気なチェーン店らしいです。ビリヤニがある。米だった。ビリヤニはインド国内でも地方によって作り方や味わいが異なります。ハイデラバディビリヤニはその中でも最も豪華で繊細なビリヤニと言っても過言ではなく、独特な香りのするスパイスを多用し、米のグラデーションを重視します。今回はなんと特別にキッチンに潜入させていただきました。前回のバングラデシュのビリヤニ工場で見た作り方と比較すると違いが分かりやすいかと思います。まずはたっぷりのスパイスと生のパクチーを鍋に入れ、骨付き鶏肉にマリネします。スパイスはチリペッパーの割合が高く、唐辛子のほんのり甘い香りがベースになります。ヨーグルトと塩、ギーを加えよく混ぜ合わせます。ギーはインドで使われる精製バターです。常温で保存できるので液体であることが多いです。マリネ液をお湯で伸ばします。バングラデシュのビリヤニはこのマリネ液を伸ばす時に油を使っていましたが、お湯を使うことで油っぽくない仕上がりになります。肉の準備ができたら米を茹でていきます。たっぷりの塩と香り付けのホールスパイス、パクチーを加えます。ハイデラバディビリヤニで特徴的なスパイスといえばローズペタル。バラの花を乾燥したハーブの一つで、よくある芳香剤のような香りがします。必ずしも全てのハイデラバディビリヤニに入っているわけではありませんが、伝統的で高級感あるビリヤニを作るためには欠かせません。ローズペタルの代わりにローズウォーターを使うこともありますが、その場合は茹でた米に振りかけます。米は潮流米のバスマティライスを使用し、職人が茹で加減をコントロールします。マリネ液に触れる最も下の層の米は5分ほどで引き上げ、若干固めの状態で重ねます。下の層の米は調理している間温度が上がりやすく、常にマリネ液の水分に触れているところになるため、ある程度の硬さを残した状態で重ねないと完成時に柔らかくなりすぎて米が折れてしまいます。下から上に硬い順に重ねていき、蓋をして調理を終えた段階で最後に全ての米が同じ柔らかさになるよう茹で時間をコントロールします。最後にたっぷりのサフランを溶いたぬるま湯をかけます。サフランは日本でも 1g1000 円はしますが、ハイデラバードでもとても高級です。おそらくこの1杯だけで 2,3g ほど使われています。あまりにも高価なのでサフランを省略して作るお店はたくさんあります。逆にこんなにも贅沢に使っているのを初めて見て、ピスタハウスのビリヤニに対するプライドを感じました。最後に濡れ布巾をかまして密閉し、1時間ほど調理していきます。
マトンスープです。めっちゃ大きいマトン入ってる。このスープもハイデラバード料理の代表的なもので、骨付きマトンをギーやカルダモンなどのスパイスでじっくり煮込んだ濃厚なクリームスープです。超美味しい。しかもこれなんで食べるらしいから、なんか意外じゃない？なんだってギャグいただきました。いよいよビリヤニ開封の儀です。炊き上がったら仕上げにフライドオニオンとパクチーを振りかけます。さらにそこに香り付けにギーを回しかけて完成です。盛り付けるときはあまりかき混ぜずにグラデーションを残したまま器によそっていきます。下の層の米は肉汁を吸ってしっとりしている一方で、上の層の米はサフランの香りをまとってふんわりしています。きたーダダダーン。値段は2合ほど入って650円。パラダイスのビリヤニより高めですが、3、4人で食べられる洗面器サイズでこのクオリティなら破格ですね。ここでもビリヤニはセットでミルチーカーサーランとライター。やってくれてるのは斉藤さんです。ということでサーブしてもらいます。ワクワクテカテカ。香りがもう反則級。ローズにサフラン、香水かってくらいかぐわしいです。一口食べて、はい、正解です。ハイデラバードでビリヤニを食べるならピスタハウス。ここは自信を持っておすすめできます。うまっ。1軒目のビリヤニ屋さん、パラダイスと比べるとスパイスも強いのでビリヤニ初心者はびっくりするかもしれませんが、これぞハイデラバディビリヤニと言わんばかりの贅沢な香りはビリヤニ界の貴族を思わせます。そして驚きのノンオイリー感。バングラデシュや他のインドの地域で食べたオイルなビリヤニと違ってヘルシーとすら感じるまであります。食後のデザートはやっぱりこの時期ならではのハリーム。ピスタハウスのハリームも人気だそうです。年に1ヶ月のラマダン期間中にしか気軽に食べられないとなると、そのレア度は色違いポケモン級。気になるのがこのサイズのラインナップ。最大サイズは45から50人分、およそ 12,500 円。現地では地域の人や親族一同で集まって食べるらしいです。同じピスタハウスのメニューなので、買ってレストランでいただきます。これハリームなんですけど、こんな感じでカップに入ってます。マトンがあったビリヤニ食べ終わった後なんですけど、おやつハリーム、これ何つけて食べたいかな。ビリヤニと比較するとちょっと高く感じますが、再度説明すると、このカレーは肉と穀物と油が混然一体となるまで10時間以上煮込んでおり、めちゃめちゃ凝縮されているので当然です。うまい。そしてとんでもなくヘビー。炭水化物と油のダブルアタック。断食中に食べる前提で人類の英知を結集してカロリーの最大化に挑んだような仕上がりです。その重さ、一口で1時間空腹を忘れるほど。ピスタハウスのハリームは塩味が控えめでスプーンが止まりませんでした。完食です。すごいオイル。めっちゃ美味しかった。翌日やってきたのはインドの春のお祭り、ホーリー。ホーリー会場にやってきました。初ホーリーなんですけど、結構大変って聞くので、一体どうなのか待ってるのかなって楽しみです。日本でいうところのお花見なのですが、インドの場合は桜をめでるのではなく、自分が桜になるスタイル。白い服で会場に入った瞬間、全身がビビッドカラーの絵の具のパレット状態になります。この鮮やかな色たちは、日本のわびさびとは真逆の色彩感覚。色付き水で染め合うところも多いですが、この会場では粉だけでした。色の発色が非常にケミカル。
ホーリーはインド全土で開催されていて、街や路上では無法地帯化する場所もありますが、今回訪れたのは課金制でセキュリティバッチリの安全会場。女性500円、男性660円の入場料がかかります。つまりこれは女性はハリーム1杯分、男性はビリヤニ1杯分という計算です。この価格を払ってまで来る人たちは安全第一に楽しみたいという人々が多く、派手に見えてとっても上品な人たちです。優しさと配慮に包まれたホーリーを堪能しました。外国人や女性はこういうところがおすすめでしょう。混沌の中でも安全は譲れません。ホーリーで色まみれになった後はお腹も満たさないとなりません。会場には屋台もたくさん出ていて、私が一番インドで好きな屋台飯を発見しました。その名もダヒプリ。ダヒプリは揚げたスナックの空洞の中にヨーグルト、スパイス、ハーブ、甘辛いソース、いろんなものを詰めた一口グルメです。甘くてしょっぱくてサクサクで、まるでインド版ハッピーターンとも言えるでしょう。いただきます。これめっちゃ好きなんですよね。ちなみに似たような見た目のパニプリという屋台飯もありますが、パニというのは水、つまりスナックにスパイス水を流し込んで食べる系で、正直これはあんまり美味しくないです。ダヒプリのあまりの美味しさにサモサチャットも追加しました。こちらもダヒプリとほぼ同じ構成で、揚げたサモサを砕いてヨーグルトやソース、カレーをかけて混ぜたスナック。東京新大久保のネパール料理屋さんなんかでもよく見かけます。見てください。めっちゃ美味しそう。どちらも絶品でした。やはりダヒプリとサモサチャットは見かけるとつい食べてしまうインド屋台飯です。さて一旦ホテルに戻り、体についた色をシャワーで洗い流します。ハイデラバードはもちろんビリヤニだけではなく、美味しい伝統料理がたくさんあるということで、今からめっちゃいいカレー屋さんに連れてってもらえるそうです。ハイエンドのレストランですね。結構ね、別にローカルフードとか、普通にレストランのカレーもあるし、街のご飯もあるけど、最近はある意味フレンチティックなフュージョンカレーもね増えてきているということで、行ってみようかなと思います。 This is for the martyrs who lost their lives. やってきたのはハイデラバードのレストラン、テライ。若手のシェフと経営者たちが立ち上げたという今話題のお店で、伝統的なハイデラバード料理をフレンチ風のモダンスタイルでいただけるというなんとも気になるコンセプト。店内は天井が開くて、おしゃれな音楽がゆるーく流れ、瓶やアートがセンスよく飾られていて、ここでプロポーズしてよいですかみたいな雰囲気です。さて前菜でいただいたのはマトンマラグ。ハイデラバードでは定番のクリーミーなマトンスープです。ピスタハウスでも食べましたが、ここでは提供もフレンチ風に。いただきます。うまっ。今ねめちゃめちゃお腹空いてるから、本当にね胃壁に染み渡ります。これめっちゃ美味しい。なんかフライドオニオンとギーとマトンが入ってるから、マトンプラオの原型みたいな味がします。何ですかこれは。なんかキーマカレーが乗ったトーストが来ました。めっちゃおしゃれです。見た目が完全にインド×ニューヨーク。酢漬け赤玉ねぎがトッピングされていて、カレーパンなんて言ったら怒られそうな風貌です。キーマカレーって私もしょっちゅう朝ごはんとか残ったやつをパンに乗っけて、でなおかついつもチーズ乗っけちゃうんだけど、本当にねキーマカレーってパンとの相性がいい。うまっ。お次は肉。これは作り方も教えてもらいました。まずはフライパンに油をたっぷり加え、ニンニクと玉ねぎを炒めていきます。南インド料理で特徴的なスパイスといえばこのカレーリーフ。たっぷりのぶつ切りマトンを加え、軽く炒め合わせていきます。スパイスはチリペッパー、コリアンダー、クミン、ターメリックだけ。味付けも塩だけという攻めのミニマル構成。これを1時間ほど煮込み、水分がほぼ飛んだ頃には、肉も玉ねぎも焦げ茶色でツヤッツヤ。仕上げにフレッシュなパクチーとフライドカレーリーフを乗せて完成です。シンプルで煮込むだけなので、帰国後に再現チャレンジ確定案件です。続いて鶏肉もやってきました。これまたカレーリーフが贅沢に使われています。すごい、続々ときます。ビーツは南インドでおなじみの根菜ですが、こんな感じで断面はビーツですね。まさしく美味しそう。日本でビーツで有名な料理といえばボルシチ。
なんか最初ごま団子を思わせる香ばしさ。よくこのビーツをコロッケにしようと思ったな。パイナップルチャットニーといって、パイナップルのソースみたいなのがついてます。ね、チャットニーが美味しいんだよね。甘くて美味しい。前菜はどれもビジュアルは高級フレンチ風、でも味はインドの伝統魂。見た目はチャラ男、中身は侍みたいな、そういうギャップ萌えな料理ばかりです。ただこういうスパイスと塩気の強いものを食べると、白いご飯が欲しい。うまっ。やっぱうまっ。チキン65みたいな味する。なんかインドカレー好きでハネムーンとかインド来たいとかいう人ここおすすめかも。結構おしゃれで美味しいし、なんか容赦ない辛さだし、現地の本当お金持ちの人とか外資系の企業の人とかがいっぱい来るのかなみたいなイメージだよね。実はこれアルコールだったんですよ。こうなんかさりげなく置かれたドリンクなんですけど、結構濃いんですよね。もうよくあるあるなんですけど、新大久保のネパール屋さんとかで、ちょっとスパイス飲みをすると結構濃いで、これもね多分ね暑いから気づいてないけど結構濃いです。やばい、楽しくなってきちゃった。結構ムンバイとか海沿いとかバンガロールも、デリーもおしゃれなところは本当おしゃれなんですよね。で、よくあるのが、インド来てガンジス川入ってお腹壊してストリートフード食べてまたお腹壊してもうインド最悪みたいな、ちょっとアホな YouTuber って結構多いと思うんですけど、旅行の方もねなかなかこのどういうレストランに行けば美味しくておしゃれな行けたらエンド料理が食べれるのかってわからないと思うので、ぜひぜひねこういったお店概要欄にリンク貼ってるので調べてみてもらえるといいかと思います。そしてついにカレータイム。ライスは2種類、バスマティライスとバガラライス。バガラライスはホールスパイスとギーで炊いたフレーバーライスで、ビリヤニとは異なります。カレーと一緒に食べる前提で作られた香りご飯みたいなイメージです。美味しそう。お米。カレーはまずテランガナの代表的なパチプルス。日本の南インド料理屋さんで食べられるラッサムというカレーに似ていますが、少しだけ異なります。まずインド版梅干しみたいな甘酸っぱい味わいのする果実、タマリンドを水でほぐしておきます。そこに生玉ねぎ、青唐辛子、白ごま、塩を加えます。これは混ぜるだけで火にかけません。別のフライパンに油を熱し、マスタードシードを入れ、その後、ニンニク、唐辛子、カレーリーフを加えてカリカリにしたら、少量のターメリックを加えて、これを最初の鍋に加えて完成です。この油で熱したスパイスをカレーに加える工程は、香り付けのために行われ、テンパリングとかタルカとか言ったりします。パチプルスが特徴的なのは、テンパリングの後も鍋を火にかけないところです。つまり冷たいまま食べる冷やしカレーということです。暑い地域ならではの料理ですね。オニオンいっぱい入ってます。そしてダルチャマトン。ハイデラバードの伝統的なマトンカレーです。トマトとタマリンドでほんのり酸味がついています。ベースは豆を煮溶かしたものなので、とろっとしていて優しい味です。それとこれもハイデラバードの豆カレー。スパイスが控えめなので豆の甘みが際立ちます。水分も控えめで濃厚でドロッとした味わい。盛り付けました。全体的に独特な香りのスパイスが使われていない上品な仕上がり。お金持ちの外国人が住んでいる地域にあるレストランでお酒も提供しているため、それに合わせたスパイス使いなんだと思います。マトンはプリプリです。正直普段の生活では絶対注文しないような金額の料理ですが、大好きなカレーで、なおかつここでしか経験できないことを思うと食べずには帰れません。完食です。辛い。デザートにはバクシャル。これもテランガナでは有名なデザートです。黒糖揚げパン、蜂蜜がけ、ホイップソース付きみたいな感じですね。こしあんみたいな甘い豆が入った薄焼きパンで、たっぷりの蜂蜜とギーの香りがします。クリームも乗っけて。甘い。ここまででフルコースは終了。
実は一旦ビリヤニは置いておいて、他のハイデラバード料理を味わおうという縛りで来たのですが、やっぱビリヤニ食べたいなとこぼしたら、なんとキッチンに再度潜入させてもらいました。見てください、めっちゃ美味しそう。日本だったら絶対怒られるやつですが、そこからスプーンですくって食べていいよと言われたので、衛生に気をつけつつ一口。2軒目のビリヤニ屋さん、ピスタハウスほどスパイシーではありませんが、やっぱりビリヤニは最高ですね。インドというとカレーと屋台のカオスみたいなイメージがありますが、実はハイデラバードには IT 企業が集まる超近代都市エリアもあって、おしゃれな高級店も増えてきています。インドのイメージを一新するようなハイデラバードの夜景を背に、満腹で店を後にしました。ここはビリヤニだけの街ではないということで、現地の方おすすめのテランガナ州の寺院や世界遺産も巡ってきました。まずはテランガナ州で超有名な聖地の一つ、山の上にあるので高尾山とか日光みたいな雰囲気です。なんとここは撮影 NG。まさかの写真だけです。お次は千本柱の寺院。名前の通り本当にいっぱい柱があります。それぞれに精密な彫刻が施されていて、職人魂が光っています。柱の中には音を鳴らすと共鳴するという楽器みたいな柱もあり、すごっ、空洞になってるってことですね。作られたのは西暦1163年頃、日本だと平安時代の終わり頃で、この寺院はヒンドゥー教の3つの神様を祀るトリプル神社みたいな場所だそうです。ちょっと平たい顔族珍しいらしくて、インド行くとめっちゃ写真撮られます。お昼ご飯です。ちょっと朝寝坊して食べれなかったのでめっちゃ楽しみ。お寺もいいけどカレーもね。ということで、お昼は州政府の運営しているというホテルでいただきました。ここのビリヤニはとても唐辛子の量が多く、赤いビリヤニです。ハイデラバディビリヤニでは基本的にはトマトを使わないので、米が赤くなることは少ないのですが、食べた瞬間わかる唐辛子の香り。一方でサフランやローズなど花っぽい香りはあまりせず、シンプルでも毎日食べやすそうなビリヤニでした。いろいろな場所でハイデラバディビリヤニと言われるものを注文して食べていますが、スパイスの香りは三者三様。逆に全てに共通しているのは、油が控えめ、バスマティライスを茹でて生肉に重ねて炊く方法というところでしょうか。それと必ずついてくるライタもハイデラバードは特徴的で、水とヨーグルトを混ぜたようなシャバシャバとした薄いヨーグルト水、それに少しのパクチーが浮かんでいるようなものです。辛みを抑えるのにはちょうどいいですが、もっと濃厚なヨーグルトでもいいのになと思ってしまいます。完食です。お昼ご飯の後はついに世界遺産へ。ルドレシュワラスワーミー寺院で800年以上前に作られたお寺です。日本だと鎌倉時代の頃になります。軽い特殊なレンガが使われており、一部の石は水に浮くレベルで軽いそう。壁や天井には細かい彫刻がぎっしり。ここは昔、市民センターみたいな地域の教育的な役割を持つ場所でもあったそうで、神様だけではなく、様々な宗教の人や境遇の人を彫っているそうです。ここが世界遺産である理由は、建築技術、芸術性、保存状態が全てハイレベルだからだそう。昔のインド建築の最高傑作の一つとも言われており、13世紀頃のヨーロッパ人には数ある寺院の星の中で最も輝いているとも評されたそうです。世界遺産を後にして翌日は民家へお邪魔して家庭料理を学びに行くため4時間かけて村へ移動します。道中ハイウェイ沿いに屋台を発見したので泊まって夕食です。露店では南インドの代表的な料理の一つドーサを焼いています。豆と米を発酵させた生地を薄くクレープのようにして焼いたもので、これを豆カレーやココナッツソースにつけて食べます。大好きな料理の一つでとても美味しそうです。店頭にはミールスレディとダムビリヤニの文字が。ミールスは南インドカレーの定食のことで、これも大好きなんですが、今回はビリヤニを食べにこの地に来たんだと言い聞かせ、ビリヤニを注文。自分ビリヤニにストイックでよかったと思う人の超大当たりビリヤニ。なんか少なくない？最初からあんまりがっつりいかないようにしよう。もうほぼ米なくないもんやっちゃん。あれ？ダイエット中なんです。食べます全部。めちゃめちゃスパイシーで米もふわふわ、香りも満載状態です。なんとわずか1週間前にオープンしたてのお店だったそうですが、安くて絶品。これは現地の人にも絶対流行るだろうなと思う味わいでした。
もともとビリヤニを注文するぐらいならカレーとライスを注文したいと思うタイプの人間だったのですが、ビリヤニを食べまくるにつれてだんだんその魅力が分かってきました。ビリヤニは目いっぱいにカレーやスパイスの香りを吸って膨らんだふわふわの状態の米を食べられるのが魅力であり、食べた瞬間広がるスパイスの香りこそ醍醐味の一つなんだと思います。だんだん食べ比べていくうちに好みが出てくるようになってしまいますが、それは真なるオタクの始まり。日本に帰ったら自分好みのビリヤニ探しのためにたくさん作りまくろうと思います。次回は民家にお邪魔して一般家庭のカレーの作り方を学びに行きます。お楽しみに。